へえ、そんな風に思ってるのね。うわ年寄りのおばあちゃんなんだから、耳元で囁くのが精一杯でもしょうがないでしょ。か弱い老人が他にどうすりゃいいっていうの？グラスバーバって重要なのは黒曜石であって老婆じゃないの。小説でもよくあるでしょ。見た目は若いおじいさんとか、見た目は少女なのに百戦錬磨の英雄だとか、子供の体をした魔法使いとか。何その顔。こんなおばあちゃんは見たことない？別に若作りじゃないのよ。ほら、厚化粧もしてないでしょ。失礼だけどさ、いくつなんだ？まあ、レディーに年を聞くなんて本当に失礼ね。悪かったぞ。あまりにも変わってるからさ。謝りたかったのに、話せば話すほど混乱して。おいら、お前がもう来てくれないと思って、つい頭にきちゃったんだ。出かける前にちょっとしたトラブルに遭っちゃって、よくあることでしょ。で、ようやく着いてみたら、みんな私より早く来てるし、気まずくて出るに出られなくなっちゃったの。さりげなく登場しようと思ったけど、みんなはもう話し始めてるし、どのタイミングで謝ればいいかわからなくて。しかも、よくよく聞けば、私の悪口を言ってるじゃない。どうしようかと思っちゃった。とにかく、そういうこと。グラスバーバの葛藤なんて知らなくていいけど。でも、野外でミツムシを飼ってるだけの子を、誰がわざわざ誘拐したっていうの？20代そこそこのあの子をさらってどうするのよ。シトラリはわけのわからないことばっかり言うけど、やっぱりすごいんだな。なんですって？褒めて言うんだぞ。はあ？わけのわからないことって何よ。わかりやすいように説明してるつもりだけど、年は言ってても頑張ってナウい言葉を使ってるのよ。もしかして流行りの言葉じゃなかったの？今時の若者が好むような話し方を心がけてたのに。でもさっきのこの子たちの表情から見ると、まさか私って全然時代についていけてないの？そういえば今回は手伝ってもらえてよかった。みんなと一緒に動いた方がいい時だってあるものね。何その目。自信満々ね。なんだかうまくいきそうな気がするわ。何見てるんだ？入り口に立ってる二人、顔がそっくりね。双子かしら。あら？どうして？見間違えたのかしら。マスター、おかわり。あらあら、治安か。私の前で悪口？もういいわ。お仕事に戻ってちょうだい。見ててくれなくたってテーブルに入ったりしないから。ストラリ？ストラリ？誰？はあ、呼び捨てだなんて失礼ね。この黒曜石のシトラリと勝負したいの？勝負してどうなるの？負ければ怖くなって私から逃げるんでしょ？どいつもこいつも私をシャーマンの妖怪だなんて言って、私のどこが妖怪よ。どこが妖怪に見えるの？そう！
暇そうに見えるでしょうけど、やらなきゃいけないことが山ほどあるの。族長の悩みを解決したり、大霊と話したり、瞑想したり、それに勉強しに来たガキどもの面倒だって。新入り、そう、君のことよ。とぼけないで。年相を見るとき指南してあげたでしょ。わかりにくかった？やっとマナーのわかる子が来たみたいね。そう、おばあちゃんはすごいのよ。すっごく頑張ってるんだから。ほんと。旅人パイモン、私ちょっと吐き気が吐いてなくてよかった。びっくりしたぜ。テーブルに吐くのかと思ったぞ。そんなお行儀の悪いことするわけないでしょ。今までも吐いたことなんてなかったし。ほんとよ。大丈夫か？ちょっと歩いて呼吸を整えるか？はあ、話したいことはいっぱいあるんだけど、どう言えばいいかわからない。なんでだよ。言いたいことがあるなら言えばいいじゃないか。君ね、そういう問題じゃないでしょ。知り合ったばかりなのに愚痴を言ったりしたら嫌われちゃうもの。じゃあ何を言われても嫌ったりしないって言ってほしいのか？そんなんじゃないの。羞恥心よ、わからない？こんなに長く生きてきてもまだ捨てきれないものなのよね。君にだってそういう気持ちはわかるでしょ？実は。え？何？いい機会だし行っちゃおうぜ。私の心の声？気にしないでくれ。別に大したことじゃないし、オイラたちも文句を言って当然だと思ったぞ。ありえない。なんでそんなことが起こったの？声に出したのを聞かれちゃうならまだしも、心の中でぐちぐち言ってるのまで聞こえちゃうなんて、そんなのありえないでしょ。家の鍵がかかってなくてキャベツを届けてくれた人にパジャマ姿で寝っ転がってるところを見られた時みたい。そんなことまでしてたのかよ。パジャマぐらい誰だって着たことあるはずよ。200歳でも500歳でも1000歳の人だってパジャマ姿で寝っ転がることくらいあるでしょ。みんなすることをしただけなのに。外に出ましょう。話したいことがあるの。絶望してるっぽいぞ。一生牢屋で過ごそうって観念して洗いざらい吐こうとしてる犯人みたいだ。救出は済んだな。ばあちゃんたちは先に。次の行動には遅れないから少し時間が欲しい。ほらね、ミツムシと野菜のことはほっときなさいって、このアンポンタン。